どうもこんにちは。スーファミ修理虎の穴と題して修理スキルを上げるトレーニングを続けてきました。そしてその集大成として今回いよいよラスボスと対決します。こちらになります。これはファミコンが製造されていた最後の時期に作られたものです。 CPU と PPU が統合されワンチップになり、それまでのものより画質が良く人気があります。でも作られた期間が短く出荷された数も少ないので、とても希少価値があるもののようです。さて、この貴重なワンチップですが、お安く手に入れられてラッキーだったのですが、最初は動いていたのですが、中のホコリを取って無水エタノールで掃除して組み立て直したら故障していました。まだ遊んでもいないのにがっかりです。それでは修理を始めましょう。いつものゴリラで確認しましょう。音声は異常ありませんが、映像がグリッチしています。ちょっと先へ進めます。今までのグリッチはゴリラや背景だけの部分的なものでしたが、さすがラスボスです。場面上のすべてがグリッチしています。他のカセットも見てみましょう。マリオカートです。同じようにグリッチしていますね。複雑に画面がバムっています。もう一本見てみましょう。スターフォックスです。これもひどいグリッチです。何が何だか分かりません。バーニンテストで詳しく見てみましょう。フェールは2つのようです。左が正常な結果です。見比べると DIV16R8 と DMA がフェールしています。DMA は今まで何度も出てきていておなじみです。もう一つのデイブは初めて出ましたね。DIV16R8 とはスーパーファミコンの CPU 内部に搭載されている16ビット割る8ビットのハードウェア割り算回路が正しい計算結果を返せるかを検証します。残念ですが、演算回路の故障ということは CPU 内部の故障の可能性が高いでしょう。分解します。CPU と音声周りがワンチック化されたので基板がすっきりしていますね。かすかな希望を探して電圧のチェックをしています。特に異常はありません。
電源関連のパソコンをチェックしています。ここは AC 電源直後の大きなパソコンです。ここの大きなコンデンサは他の基板を見てもほとんど傷んでいないですね。表面のパソコンを見ていきます。全体的に数値としてはギリギリのラインですが、並列回路の中ですので低めに出ているはずです。CPU に関係ないところもありますが、念のためにこの辺りのコンデンサを全部変えておきましょう。動作確認はご覧のようにやはりダメでした。そんなに甘くはないですよね。基板の単線や裏面のセラコンのショートやクロックのチェックや電源のノイズなど CPU の動作に関係しそうな箇所をいろいろとチェックしましたが、何も兆しが見えません。いよいよ CPU の故障しかないかなといった感じがほんのりと漂ってきました。諦めきれずに CPU の交換前に足のハンダクラックを疑ってハンダ付けし直しています。確認です。グリッチの様子が少し変わりましたが、やはりダメですね。どうやらやらなければならないようです。CPU を正常なものに取り替えて白黒をはっきりつけましょう。ドナーは私の普段使いのこのスーファミを使います。ジャンク修理ってギャンブル的なところがあって、1+1が2になるとは限りません。1になったり、時には0になったりします。私の愛機は無事に帰ってくることはできるのでしょうか。まず、ラスボスの基板から CPU を取り外します。鏡面実装型 QFT の160ピンパッケージです。迫力がありますね。100ピンの QFT で何度も練習していなければ
取り外そうとも考えないチップです。まずラスボスから CPU を取り外します。コツは決して力を入れないことです。簡単に足が曲がりますので、後で苦労します。ドナーの基板から正常な CPU を取り外します。正常な CPU をラスボス基板に取り付けます。これぐらい細かい作業になってくると顕微鏡が欲しくなりました。私のしょぼしょぼの目ではほとんど勘でつけています。この位置合わせはしっかり行ってください。少しずれただけでも止まりとショートします。あとは黙々とハンダ付けするだけです。きれいに仕上がりました。動作確認です。おや、状態が変わりません。ということは CPU 内部に故障はなかったということになります。CPU 以外の他のチップは前の部品取りの基板から取ってくることができます。この基板は修理できる希望が見えてきました。バーニンテストを見ましょう。グリッチの具合がかなり変わりましたね。どういうことでしょう。CPU の個体差でしょうか。フェールの位置は同じですね。やはり DIV と DMA に問題があるようです。次はこのワークラムを取り替えてみます。バーインテストではこのラムのテストも個別にありパスしていました。しかしこのラムは CPU の作業用の領域で演算処理と DMA 両方で使用します。もしここが故障していればあの2つのエラーが起きるのではないでしょうか。ラスボスからマークラムを取り外します。
ドナーは5代目の中期型の基板からいただきます。ワークラムは中期型と互換性があります。助かりますね。ラスボスに正常なワークラムを取り付けます。動作確認です。ダメですね。これは困りました。デイブがフェールになる原因をずっと探してきましたが、他に思い当たりません。行き詰まりました。故障箇所が1箇所だけとは限りませんし、一旦デイブは忘れて、もう一つの問題、DMA がフェールの原因を探っていきます。DMA、ダイレクトメモリアクセスがデータを書き込む先は、ビデオラム、CG ラム、OM、オーディオラム、ワークラムのいずれかです。CG ラムと OM は、ワンチップの基板では CPU に内蔵されています。ワークラムはすでに交換しました。残されている可能性は、ビデオラムかオーディオラムです。まず、ビデオラムを交換してみます。ドナーは5代目の中期型の基板です。動作確認をしましょう。
お、治りましたね。まさかビデオラムが原因でしたか。驚きました。さすがワンチックですね。映像が鮮やかです。グッドボタンチャンスです。しかし DMA は治りましたが、もう一つのデイブのエラーは残っているはずです。なぜ正常に動いているのでしょうか。バーニンテストはどうなっているでしょうか。あれ、デイブもパスしています。オールクリアですか。不思議ですね。ビデオラムのテストは間違ってパスし、デイブは誤ってフェールしていました。あまりこのテストも鵜呑みにはできませんね。長いスーファミ修理のトレーニングにお付き合いいただきましてありがとうございました。これにてこのシリーズは終了となります。無事に目的のワンチックの機体を修理することができました。いつも少し気になっていたのですっきりとしました。スーファミに関してはトレーニング中にいろいろと見つかった面白いネタがありますので、これからのんびりと動画にしていこうと思います。それではお時間となりました。最後までご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたならチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。